何もかも私が悪いだけじゃないかと、おおよそ40分かけて目がやっと終わる。で、閉じるって書いてある閉めるだよ。楽しいんだもん、目描くの。たまに涙を流すんですよ。いただいて。はい。何一つ前回チラ見せしてから進んでませんね。はい。なぜかというと、裏でトークンの絵をこさえてたり、ゲーム用の絵をこさえてたりしているので、この絵を描くタイミングが、もはや配信中止がなくなってきてしまったからです。悲しいね。とりあえず、いい加減眉直そう。ざっと作が気になるところ直してから。まつげか。眉毛と一緒に口入れて。あれですね。どれですね。どれだろうね。まあ、顔周りの塗りをやっていく。次はやろうかなと思っていたので、顔周りの塗りをやるんじゃないでしょうか、おそらくは。おそらくは。言いながら違うとこ書いてんだけど。まあまあまあ。まあそう。目を一番最後にすると、目書き込むの楽しいからめっちゃ書き込んでしまって、まあ気づくと目だけめっちゃ書き込んでるみたいなことになりがちで、他そんな書き込んでないのに。目だけ浮いちゃうみたいなことが起こるんだけど、光の向きを考えずに雑に影を置いたな、今。まあいいでしょう。こうなってしまって、後で絵全体で見たときに、なんか、すごい書き込みがちぐはぐな感じになってしまうという事故が多発するので、私は、自分が書き込みたいパーツから順に書いていくことによって、その後続の、そんなに特に書き込む必要がないような、いや、まあ人によってはめっちゃ書き込むんだけど、個人的にあまり書き込もうと思っていないお洋服とかの、そういうサブ的なパーツに対しても、頑張って書き込んだ目とか髪とかのパーツに負けないぐらいには書き込まなきゃいけないよねという状況に追い込んで書き込ませるという、あれをしています。さんね、プロの絵師さんが、目の塗りの実演を見てたんだけど、その、ハイライトを消してよく見える目はいい目だみたいなことを言ってて、まあそれ多分、あれは S さんが純粋にハイライトの消えた目が好きだからっていうのもあると思うんだよ。あると思うんだけどさ。まあなんかそういうことをおっしゃっていて、なんかそれがずっと心に残ってんだよね。それを指針として残しているわけでは特にないんだけど、なんかこの、ハイライトがなくてもなくても、ゾクゾク来る絵はいい目だみたいなことをおっしゃっていて。まあ、ガチでその S さんの、まあ、ちょっと、よく御用だよと言われるワードだけど、性癖のような気もしてんだけど。なんか心に残っててね。だから、目の書き込み確認するとき、一旦ハイライトを書く前にチェックする癖ついてる。サラスピットグさん、ハイライトが入るとそれだけでよく見えるもんね。まあまあ、その、ね、書き込みの効果もわかるし、いまいちな絵もハイライト入れただけで、なんかそれっぽいじゃんってなって満足することめっちゃあるしさ。そういう効果もあるのかなっていうのはわかるんだけど、単なる性癖のような気もする。いやー、時間的にもいいので、今日の進捗これ、お絵描きの進捗はこんなもんでいいんじゃないですかね。1セット、おおよそ40分かけて目がやっと終わる。まあ、絵はね、なんぼ時間かけてもいいパーツですからね。はい、休憩。目はなんぼ時間かけてもいいパーツですからね、つって本当にそんな、サラスピットグさん、せやせや。やってると一生笑顔描き上がらない休憩。まあそうそう、その、クリップとか作ったりするの、割とクロードに任せてて、それのスキルの調整を昨日の夜回したんだけど、なんか途中で止まってて、はいはい、やってって言って朝行ったら、また止まってた。サラスピットグさん、配信補助してくれるのいいな。だいぶいいよ。まあ、さすがにね、生配信やってる間にはほとんど何も触んないんだけど、まあ、配信終わった後に、
まあそのアーカイブの動画手元に溜まるから、まあ、それが無圧縮だったら何ギガとかってそのまま保存しとくとやばいから、まずいい感じのサイズにいい感じのサイズになるように圧縮かけてエンコしてもらって、エンコしてもらったの文字起こしの AI が別にあるから、ウィスパーってやつだったかな。ウィスパーにかけて文字起こししたやつ作ってもらって、で、まあ、あとは、まあ、配信終了時に使ってる、チャプターの生成とか、あとは、サムネイル作って、みたいなやつとか、綺麗に仕上がってる。変更内容をまとめると、はいはい、ちょっと読むね。とか、まあ、あとは、クリップ作るときに、どの辺を切り抜くと面白いよっていう、その、配信の面白かったところまとめみたいなのを、その、文字起こししてもらった内容から作ってもらったりとか、このチャンネルの運用は、だいぶクロードにおんぶに抱っこですよ。クロードがなかったら、もう単純に配信だけして、アーカイブもサムネすら変えずに雑に公開して、倉庫代わりに使って終わりだったと思う。多分ね、壊れるんだよね。まあ、1シーン目は前回ね、作ったので。前回作ったので、で、ここで、もうちょいしてシーンが切り替わって、今音1個鳴らなかったな。あれドア閉める音、あちょっと思い当たることがあるので、ちょっと後で話します。あ場所変えてねええちょっと待って、ちょっと待って、何もかもがおかしい。あれコピペ失敗してるコピペ失敗してるコピペ失敗してる ?39 の80。39の80。私が間違えてるだけだ。あのさ、あのさ、自分が間違ってるだけじゃねってかい。効果音、効果音、効果音があってさ。まあまあ、私が適当に入れたのは良くてさ。まあ、これで書く以上、その、ファイル名は日本語で自分が入れなきゃいけないわけをここで選ぶわけじゃないからさ。そうするときにいつもやるのが、開けるなのか開くなのかわかんないのと、閉じるなのか閉めるなのかわかんないみたいなのがあってで、間違えると、つくぶり経由してやったとき、っていうか存在しないファイルを指定してる場合は、落ちるんじゃなくて、サラスピットグさん、ちょっとした言い回しの違い笑い。そうそう、ピクチャなかったら爆速でピクチャがねえぞって言って落とすくせに、効果音ないときはしれっと何も流さずにスルーするのよ。見て、閉じるって書いてある、閉めるだよ。だから音なんねえなーって。閉じるだった閉めるだった閉めるだよ。開けるは開けるでいいんだよな。開くじゃないんだよな。一生やってんだよな、これ。毎回やん。ほんとに。この皿がね、めんどくさいことになってんの。過去のモニタールームのイベントページ3だから何話かな。まあ昔のやつで、この皿が出たり消えたりするイベントを組んだんだけど、そこでの、なんか謎のスイッチがいっぱいあるから、ここに影響しないように、やっていかなきゃいけないから、ページの構成考えなきゃいけないのめんどくせえなーっつって、見なかったことにした結末がこれですね。またいつもあるしさ。椅子のスイッチが0番だから、1番にしちゃえばいいんじゃない違くない違くない違くない皿を空にするとかしないとかのフラグが別にあった気がするんだよ。イズディレクション、これが、いや、違う違う違う、これはそのままでいい。これはそのままでいい。
サラスピットグさん。一時表示するオブジェクト毎回作ってたら際限なく増えてっちゃうからイベント使い回してるのか。そういうことをね、しようとするとね、たまに涙を流すんですよ。あれ足速い。これ私が速度指定を見つってるだけじゃないか？何もかも私が悪いだけじゃないか？あ、でも、爆速で帰ってくサイさんも可愛いな。可愛いな。可愛いな、じゃないんだよ。あー、3周目始まった。まあ、ウェイトちょっと長いけど、そんな別に違和感の長さじゃないしいいな。あった。あー、最後まで組めた。最後まで組めた。あと微調整と、ここのタイトル絵作ったらいけるぞ。よし。時間もええ感じというか、ちょっとオーバー気味なので、終わり。でも結構いいな。なんかこう、空のからの光が当たってるっぽいグラデを入れたんだけど、そこにまつげの落ち影っぽい線を入れると、なんか、